皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回私は姶良市にある蒲生町を目指します。相棒の自転車も一緒です。日本一の蒲生の大楠や麓と呼ばれる武家屋敷群の街並みを見に行きます。最後までどうぞお楽しみください。まずは JR 長沙駅から出発します。片道約8キロを自転車で行ってみます。のどかな田園地帯は気持ちがいいですね。マイペースの自転車で1時間足らず、蒲生の町にやってきました。まずは蒲生観光交流センターに行って散策マップなどをいただこうと思います。スタッフの方に伺ったところ、まずは大楠を見て、その上にある桜公園に行くと武家屋敷通りが見下ろせるとのこと。その後は実際に武家屋敷通りを歩き、川に出たら次は蒲生で一番古い武家門を見ます。それから中の道に入ると丸石でできた石垣も見られると教えていただきました。それからここのカフェが気になるのでお昼に行ってみます。その後は岡利屋門も見たいと思います。蒲生の大楠は蒲生八幡神社の中にあります。さあここからは歩いて散策です。こちらの神社は1123年平安時代末期に初代蒲生氏によって創建されました。蒲生氏はそれから島津氏に敗れるまで435年間この地を治めていました。その後も神社は歴代薩摩藩主の厚い保護を受けてきました。そして神社が建つよりもずっと昔からここにそびえ立っていたのがこの大楠です。まずは神社でお参りですね。この大楠は神社のご神木です。樹齢1500年以上で高さは30メートル。日本一の大楠として国の特別天然記念物に指定されています。周りにはウッドデッキが敷かれていて360度間近に見ることができます。幹には苔などいろんな植物が生えていて美しいです。中は畳8畳ほどの空洞になっていて、それが上に16メートルも続いているそうです。枝が四方八方に広がっていて雄大な生命力を感じますね。さてお次は上の桜公園に行って武家屋敷通りを見下ろしてみようと思います。画面中央に武家屋敷通りの一本道が見えます。蒲生ふもとは薩摩藩独自の機能的で美しい町割りが残っていると言われています。さてさて、武家屋敷通りまで降りてきました。こちらは石垣の道になっていて、切り石の石垣と犬巻の生垣が美しい空間になっています。
今も松江の方々が実際に生活しているので中には入れません。でもこちらはカフェになっているようなので、後で中に入ってみようと思います。こちらは民泊になっているようですね。しばらく歩くと最後は鴨川に行き当たりました。川に降りてみると船着き場のようになっています。人や物を運んでいたのでしょう。機能的な町割りと言われるのがよくわかりますね。お次は鴨の物産館、クスクス館に少し寄ってみます。新鮮な地元の野菜や果物、素朴なお菓子などいろいろなものがあって楽しいお店ですね。さてお次は蒲生で現存する最古の武家門、1816年に建てられた有村邸の武家門です。蒲生は武家門の町とも言われています。その家の格式によって形も違うようです。身分を表す石高によって形が決められて、まず10石以上でないと武家門は作れませんでした。この地廟と呼ばれる金具がつけられるのは100石以上の家と限られていました。さあ少し中の道に入ると丸石でできた古い玉石垣が並ぶ通りがあります。切石の石垣よりも格式が下と言われていますが、私はこちらの方が好きですね。こちらにあるカフェがちょうど11時に開くのでランチに入ってみます。畑もあって素敵な空間ですね。築120年以上の武家屋敷をそのまま生かしたカフェ。窓から見える緑もすがすがしくてとっても心地よいです。健康的な曲げわっぱランチをいただき、心も体も癒されました。食後は少し歩いて岡利屋門を見に来ました。岡利屋とは役所のようなもので、ここを中心に武家屋敷群が形成されていました。これは先ほどの有村邸の武家門の10年後、1826年に再建されたものです。こちらにも地廟という金具がついています。女性の乳房に似ていますね。お隣には樹齢400年の犬巻の木があります。江戸時代、犬巻は生垣として利用されていました。さあもう一度武家屋敷通りに戻ってきました。帰る前にこちらのカフェでお茶をしていこうと思います。こちらも築120年以上の古民家カフェです。アイスコーヒーと季節の和菓子をいただきました。ではでは今日はこの辺で。またね。